はい、いつもサンピアン YouTube チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。長い企画になるかもしれないんですが、今日は、はい、そういう系なんです。はい、ここにあるグランドピアノ、面というね、はい、ついてますけども、ヤマハの C さん B です。人に言わせると一番良かった時代とも言う方もいらっしゃる。このさ、B っていうのはそういう時代のあれなんですか？そうですね。製版によってというか、その機種の移り変わりによってついたり使わなかったり戻ってみたり謎です。ある人が言うには、一部の人が言うにはいい時代というか、いいピアノ、そうですね、いい当たり年みたいな感じですかね。なんでわざわざこの2本ペダルを買って、オーバーホールして3本にして売ってらっしゃるっていう方もいらっしゃいますね。まあこちらですね、買い取ってきたまま、調律だと調律はそうしました。今日はオーバーホールするので、過去にもオーバーホールの動画やりましたけど、やる前の音色って今まで取ってこなかったじゃないですか。そうですね。やった後に何かよく言わないで会社に弾いてもらってどう違いますかとかなんてやってきましたけど、まあそれはフェアじゃなかったかもしれないので今回は成長アクションの動きを正常にするような作業は一切していない、もうお客さんたちが引き取って調律だけしたままの状態ですので、今日はこの状態のピアノを会社に弾いていただいて、タッチが重いのか軽いのか音色がどうなのかというのをお話しいただいて、それで実際に全部オーバーホールしてまた弾いてどれぐらい変わりましたねっていう話にしたいなというところで今日は回してます。はい。汚れてる。はい。バッチリご愛嬌で。これ何ですかこれ？誇り高きピアノですね。重いな。これは調律師の出番だな。弾きにくいことになってる。これは大変だ。もそもそしてる部分と、鳴る部分と、あと鍵盤が降りるスピードがなんていうんですか、このばらつきがあってとても弾きにくい。これは調律師さんにお願いしないとダメなやつだこれ。
するわ手がお手入れされてるピアノってすごい特別なことなんですね。本当当たり前じゃないんだね。本番でこういうピアノに当たったら余計な心配を考えて緊張しちゃってやばいことになると思う。これ絶対脇汗かきました今ちょっと。まずさ出ると思って触るじゃん。ここら辺で触ったやつが同じ感じで触ると出ないんだよ。で出ないとうわ出ないって焦るじゃないですか。ちょっと触って出るとこと出ないとこがあって、やっぱそのタッチが均等じゃないっていうのは本当に致命的なんだなって今思いました。だって一瞬でそんなこのキーはこのぐらいのタッチでって把握できないじゃないですか。調律ってすごいな調律の人すごいな。確かにあんまり状態の悪いピアノをさ、弾く機会ってなかったかもしれない。演奏会をする時ってさ、大体さ調律してから演奏会だもんね。どういう風に生まれ変わるのか楽しみ。じゃあちょっと、現状を皆さんに、お見せしてみましょうか。あとはその今回のオーバーホールは何をするのかっていうのも簡単に。あれ何？ジャッキアップ。ピアノのジャッキアップ。イニシエル。おお。そのいわゆるスティックっていうちょっと動きが悪いっすね。ああ。それが弾きにくかった原因ですか？の一つうわでもあるんですね。そう戻りが遅いなってやつが。ああ。こいつなんて。そうなんかふかふかしてるんですよタッチが。びっくりしたソリソリ。これも原因ですし、あとはモコモコいってるのはこのハンマーの溝がくっきりですね。ついてるのに、で今結構湿気があるので溝がもっとこうふっと弦を包み込んじゃうみたいな感じになってモフモフいってて、でそれの影響が少ないやつだけはカチンと。なので作業とするとこのフレームの塗装をちょっと拭いてみないと、弦を全部外してピンを外してみないとわからないんですけど、汚ければこの塗装もします。チューニングピンで弦が1本切れちゃってそのまんまになってるので、本当だ。このチューニングピンと、弦ですね交換とこの、弦枕って言われてる試音するための赤いフェルト、弦枕って言うんですね。はい、これも全部交換。あとダンパーのフェルト、これも弦を新しくすると古い弦よりかなりこう動きが良くなるんですね。そうすると古いフェルトだとこう止めきれなくなることもあるので、上弦をしたら、ダンパーフェルトも変えるのが一般的かなと。あとはこれは3本ペダルにするので、これがガポッと上がって、ナンバー解放されるんですけど、これは3本ペダル用にのやつがあるんです。部品ってのは部品が木のやつですか？そうです。これ木のことね。ここから上の木、これを全部その3本ペダル用の部品に全部変えます。でここにソステノイドのブルブル回る金色のロットってやつをつけますね。でそう響板ですね。響板真っ赤っかなんで、そうですね。真っ赤っかすぎないですけど赤いので、これを全部赤みがかってます。交換します。本かかりですね、やっぱオーバーホールって。そうですね。このブランド、このマークは多分ギリ活かせるんじゃないかな。これ薬剤で溶かしてみたいなやつでやるんですけど、古いやつはそのまま一緒にベロベロっと剥がれちゃうんですけど、これ多分ギリいけそうな雰囲気がありますね。見てわかるんですね。そうですね。それなりに数やってると。さすがです。ハンマー正直まだいけそうなんですね。その肉っていうかこのウッドから先端までの、距離はそれなりにあるのでまだいけると思うんですけど、結構しけたりしているハンマーって弾力性が失われている感じがするんですよね。なんか音の変化がつきづらい風になっちゃってるような気がして、実はもう一台正版の近い C3 が、C3B があるんですよ。そっちはもちろん響板とかは全部やって弦も変えて、で3本にはせず
ハンマーも一応現状うんで仕上げて、その修理の仕方での違いがもし分かるようにできればいいなという計画もあるはあるんですけど、まあ、これに関しては一応交換をします。はい。あと鍵盤の戸口が汚いので、まあこれは見た目ですけどね。小口。はい。全面で。自分が見ましたね。あ、そう。あとはちょっと細々した部品ですね。はい。頑張ってください。私も内職できることだったらやりたいです。はい。ありますよ、きっと。あります。はい。素人がやって大丈夫なやつ。半分ぐらいは大丈夫ですよ。地味作業。器用な人だったら全然技術っていうものがいるものといらないものが特に何か磨くとかコツさえ使えばできる。あ、でもなんか前ダンパーのこの針金はいはい。磨くなったじゃないですか。はあれちょっともうしんどくてもう数本でギブしそうになった。い。それやってもらおうと思ったの。あれですサンポールでスチールウールじゃなくてああ、これはでも大丈夫だな。その度合いによってドライにやってね。変えます。そっか。すごい酸化しちゃって腐食してるとファンポールみたいに使ってやった方がいいですし、そうでもなければ別にそのカールみたいなやそうなんです。つ。ははい、そんなとこですかね。い。はい。長い企画になりますけど、どういう意味があるのかお答えくださいということで、はい。今回終わります。今日の弾き心地忘れないようにしないといけないです。まあでも弾きにくかったからだいぶ覚えてると思う。楽しみです。お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。